皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりでーす。さあ、今日は髪の塗装をほげーぼえーとやってきますよ。よろしくお願いします。お願いします。さて、例によってベースは塗り終わっておりまして、筆で細い線をいっぱい引きます。この色は私愛用の銀髪レシピと呼んでるんですけど、このシタデルのこの色が他に変わりがなく愛用しております。これ結局さ、ベースの色を発表してなくね。してないな。まあ覚えてないな。まあメモはあるから知りたい方は質問してください。えへへ。これはね、髪の毛のハイライトの位置、かなり分かりやすいモデルだと思うんだよな。ああ、そうね。そう思うでしょ。そんなに髪の毛出てないからね。まあ、それは見えてるところは明るくなるでしょうっていう感じだよね。なので、あのさ、このモデルってさ、結構髪の毛が束になってるじゃん。と、たまにさ、ほんと造形がめちゃくちゃ細かくてさ、すんごい溝がいっぱいなのある時あるじゃん。どっちの方がやりやすい？束のがやりやすい。だよね。溝が細かい場合は、溝を無視して面で捉えて塗るしかない。なんだっけ、面で捉えないとさ、凸の部分、凸だよね。凸の部分だけやったらなんかすごく変になっちゃうんだよね。おかしいことだね。多分そのさ、ハイライトとか入れないさ、ベタ塗りっていうの、だと別に何の問題もないんだろうけどさ、一応ハイライトを入れるように塗る人たちにとってはそういう造形って超難しいよね。難しいね。面で捉えるって言っても凹凸あるからね、塗りづらかったりするんだよな。まあ今のこの動画の内容とは関係ないんだけど、この最初のハイライトの位置でもう全体の雰囲気決定してしまってる感がある。これは多分過去にも言ってるけども、線が多ければ多いほど髪の毛っぽくなるから、まあ納得いくまで線を引き続けるしかないねっていう話だね。髪の毛塗るの好きなんだけどさ、なんか人気ないんだよね、髪の毛の動画ってね。まあずっと同じことやってるからかな。でもさっきも言ったけど、ハイライト入れる人ってそんなにいないんじゃない？でもこの私の動画見てる人は少なくともみんなそういう塗り方じゃない？でも結構髪の毛自信あるんだけどね。誰がどう見てもふさふさに見えるでしょっていつも自分で思ってんだけど。人の作例っていうかさ、その販売系の代行してる人のやつとかよく見る機会があるけど、ほぼハイライト入ってないじゃん。ほぼベタ塗りでしょ。いや、そんなことないよ。入ってるよ。それはね、失礼だよ。いや、みたいな塗り方って言えばいいのかな。一段階はさ、バーってそのエアブラシかなんかで吹いてるんだろうけど、ここまでさ、細い線とかでさ、バーって塗ってる人って多分いないし、そういうのを好まれてない気がする。そもそも、このアクリル水性絵のだっけ、絵の塗料を使ってる人いないじゃん。ラッカー系じゃん、皆さん。まあ、そうね。私、ユーロ系ミニチュアペイントから入ってますからね。いや、だからその、代行とかそっち系の人はそうだよねって。だから、買う人はそう
テレストンみたいな塗りはあんまり好まれないよねって言いたかった。ああ、好まれないね。これは下から緑色の光が当たってますので、それを描いてますね。光源はかなり下に設定してるんで、髪の毛に当たってる緑色の光は、髪の毛に到達する頃には相当弱くなっているので、今塗ってるこの緑一色で終わりだったはずだな。光は光源から遠ざかるほど弱くなるんで、当たり前だけど。これ、それでもね、実はちょっと大げさに塗ってる。実際塗ったあの光の強さだったら、ここまで多分髪の毛に緑かからないと思うんだけど、まあそこは雰囲気重視だな。で、これも、確か、途中で緑色にしすぎたって言って、髪の毛に使ってるグレーでちょっと戻したり、行ったり来たりしてるはずだ。撮ってないかもしれないけどね。そしてここに顎の下、突如顎の下。クリーナーの時でも言った、まず正面から見た時に、そのモデルの雰囲気、世界観みたいのを感じ取ってほしいっていう思いがあって、で、このモデルが下から緑色の光が当たってる設計にしたので、中心となる顔もなんとなく下に緑色の光を拾わせるみたいな感じなんですね。伝わるかな？きっと伝わる。伝わるよね。だからこの顎の下の緑もちょっとね、大げさかもしれない。さっきね、1段階しかやらないっていうの、あれは嘘だ。2段階はやろうと思ったらしい。もうなんせ塗ってから何ヶ月も経ってるもんね。相当経ってしまったね。さっきの話に戻るって申し訳ないんだけどさ、いや葛藤があんのよ。こういう塗り方の評価と、そのほとんどハイライト入れてない評価ってあるじゃん。ほとんどハイライト入れてないってね、それちょっと敵作る言い方だなって思うんだよね。そういうことじゃなくてね、そもそも見てる方向も世界も分母も違って、ハイライトはもちろん入ってんだよ。陰影を描くか描かないか、光源がここにあるっていうのを明確に設定してるかしてないかみたいな違いであって、まあいずれにせよ、こういう塗り方はまあ、その需要はないよね。これ3段階目やってますね、これね。じゃあ敵作るって別に批判してるわけじゃないよ。すごいそういう塗り方もあるし、テレストンみたいに塗る人もいるじゃん。まあどっちかって言ったら私はもちろんテレストンの近くにいるからハイライトをできるだけ入れていく塗り方をするんだけど、でもいやそうじゃない塗り方もあるし、そっちもめちゃくちゃ評価されてるし、いや果たしてどっちが私に向いてるというかなんだろうっていう葛藤の方ね。別にそれを批判してるわけじゃないよ。まあ確かにね。伝わるかな、言いたいこと伝わってくれるとありがたい。まあそうだね。もうこういう塗り方しかできない体になっちゃったけど、その一般的なよく見るガレージキットの塗り方にしてみたらどうなるのかな。まあ多分やらない。まあ。わかるでしょ、言いたいこと分かってくれるよね。そう伝わった？
実際、こういう塗り方ってモデルを選んじゃうからね。いや、だからさ、馬娘の木ってこういう風に塗ってほしいって誰も思わないじゃん。でもそれはちょっとわからないけど。でもまあ、ガレージキットって言ったら、こういう塗り方がハマるものの方が少ないと思うしな。それこそさ、ゴジラの時もあったけどさ、テレソンさ、OSL でさ、街が燃えてるやつを再現したりとか、キングギドラからの光とかを再現するけど、でもそうじゃなくて、実際にライトを置いて、買った人がね、ライトを置いてそういう風に見せる人の方が実際多分多いでしょ？あ、それはもう圧倒的にそっちの方が多い。だからじゃあ、まあ、この話は販売とかさ、制作代行っていう目線で言ってるんだけど、やっぱり需要的には特にこういう OSL やらない、ここまできついハイライトをしない方が多分ウケるよね。まあ、そうかもね。うん。いい感じになってきました。これこれ白だから多分これで最後かな。これ編集してる時にさ、もうこれもう勝っただろうって思いながら塗ってんだろうなと思った。うん。そう。すっごくいいもんね。思ってる。すっごくいいの。思ってるし、いつもね、髪の毛塗るときはね、もう、ワクワクして早く塗りたいって思って塗るんだ。うん。編集しててめちゃくちゃいいなと思って見てた、これ。いいでしょう。ちょっと、下の方に入ってる緑が、ちょっと不自然かもしれないな。なんか、直した気がする。ああ、そう。うん、ちょっと強い。これさ、顔とさ、髪の毛って取り外しできるじゃん。うん。怖くない？なんか顔についたらどうしようとかならない？いや、ならないよ。うん。これなんだ。そうそう。最大ハイライトまでは入れたんだけども、やっぱ全体が白っちゃけてくるから、ちょっと中間の色を薄めて、馴染ませる作業をしてますね。これさ、クリーナーのさ、時からこういうのすごいやるようになったよね。ああ、戻し作業みたいな。うん、まあそれはね、一応、日々進化してますから。なんていうの、違うな、グレージングじゃないけど、みたいな、に近いようなことをするようになったなと思って見てた。うん。だからみんなハイライトをめっちゃさ、いきなり白くなったとか、うわ、やりすぎたって思っても怖がらずに、こういう戻し作業すれば馴染むから、怖がんなくていいよって。うん。という話ですね。むしろ工程が多ければ多いほど髪の毛らしくなるとすら思っているからね。じゃあまとめてもらえます？まあ動画としてはね、単調なんだよね、髪の毛ってな。でも髪の毛塗るのは面白いです。モデルが大きければ大きい方が面白い。うん。と思う。
はい、ということでできました。次はね、赤い頭巾だな。頭巾部分。これ、服もね、服もね。うん。ほぼ頭巾の動画しかない。肩掛け、肩とかスカートはほぼない。これも結構自信ある仕上がりになってるんで、お楽しみに。じゃあ、テレスノンでした。ひまわりでした。またねー。